この動画のあらすじ。夜勤終わりにロープウェイに乗ってお山の上を冒険。美味しいお団子を食べました。その後車の中でお米を2合炊飯して食欲の秋爆発です。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。だんだん秋の空気になってきて、富士山もくっきりはっきり見えるようになってきました。私は静岡県で夜勤のお仕事をしているので、夜が明けるタイミングにお外を見ると朝焼けですごく綺麗な富士山を見ることができます。今回は富士山の写真を撮りたくて、静岡県で富士山を見るならここっていう場所に仕事終わりに行ってきます。伊豆パノラマパーク、約1800メートルのロープウェイに乗ってお山の上に行ってきます。小さい頃家族と来たことがあって、ここから見る富士山はとっても綺麗だったのを覚えてます。はい、はい、あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい。ピカピカのロープウェイ、リニューアルしてからは初めて来るのでとても楽しみです。ロープウェイって乗るタイミングが難しくてちょっとドキドキしちゃう。乗り込み成功。実は高いところはあんまり得意じゃありません。でも綺麗な富士山の写真を撮るためにちょっと頑張っちゃいます。ちょっと怖いんだけど景色が良くて楽しいです。一人でロープウェイに乗るの初めてっていうのもあって余計に緊張している顔。約7分くらい乗っていると葛城山の山頂に到着します。うまく降りれなかったらどうしようと思ってドキドキしながら荷物を握りしめてる。よし、そろそろ降りるぞ。そのまま下っちゃわないように急いで飛び降りました。ちょっとビビりすぎ。さあ、葛城山山頂から見える富士山はなんとちょうど雲がかかってました。今日の富士山は恥ずかしがり屋さん。お仕事中はいい富士山が見えてたんですが仕方ない。今日は富士山の写真は撮れませんがきっと他にも撮れるものがあるはず。神社。子供の時に家族で来た時と全然違う感じがして、またお父さんとお母さんと一緒に行きたいななんて思いました。緑でできたミニ富士山、とってもかわいい。とっても素敵な場所発見。
ビジュアルが完璧すぎるお団子、これは絶対に食べるしかありません。早速買いに行ってきます。おはようございます。お外のにあるお団子を買いたいなと思って。1本。ありがとうございます。すごくレジのお姉さんが優しくて、富士山の話とかしながらお団子を買いました。しばらく待っていると完璧なお団子が到着しました。タレがたっぷりで香ばしい香りが最高です。それではいただきます。もちもち感が半端ない。弾力感があるもちもちでとても食べ応えがあります。昔ながらのシンプルさを感じますが、タレに深みがあってとっても美味しいです。口の周りが汚い。この後どうしようかなと思って立ち尽くしていたら、お団子を焼いていたお兄さんが声をかけてくれて、マップを渡してくれました。店員さんおすすめの写真スポットを教えていただいたので、そこに行ってきます。本当にありがとうございます。一人でポツンと首から一眼レフをぶら下げて突っ立っていたので、マップをもらえてとっても嬉しかったです。少し森の中に入っていきます。空気がとっても美味しくて癒されます。お団子も美味しかったし、空気も美味しいし、最高だな。もう夏も終わり、この青々しい緑ともお別れだなと思うとちょっと寂しくなります。セミは元気だな。この道は両サイドにもみじがあって、秋になると紅葉がとっても綺麗な遊歩道みたいです。秋になったら家族と一緒に行きたいな。展望台大好き。ここからの眺めはとっても綺麗。富士山が見えなくても美味しいものを食べれたし、店員さん優しいし、景色もいいのでとっても楽しいです。葛城山はロープウェイ以外に登山の道もあるので、秋は登山をするのも楽しそうだなって思いました。一周回ってきましたが、やっぱり富士山は見えず、それでもすごく楽しかったです。満足したので下山します。もちろん帰りもロープウェイで。やっぱり乗るときは緊張しちゃう。ゴンドラが外に出る瞬間はとっても楽しい。画面揺れちゃって画面酔いする人ごめんなさい。また違う季節の時に遊びに行きたいなって思います。山の上は日差しが強くてなかなか暑かったです。伊豆長岡温泉の街並み、
小さい頃はおじいちゃんがよく伊豆長岡温泉に旅行に連れてきてくれました。とても懐かしいです。お土産コーナーもとっても充実していて、すごいおしゃれなレストランとかもあって、遊びに来るにはもってこいの場所です。富士山は見れなかったけど、富士山がなくてもとっても楽しかったです。それでは今日の車中泊スポットに行ってきます。シェードをつけてカーテンを閉める。そして N 版に取り付けた手作りのテーブル、これを組み立てます。板を跳ね上げてポールをまっすぐ立てるだけなんですが、それがちょっと難しくて、いつもなんか傾いてる感じがします。日中はまだまだ暑かったけど、朝晩はちょっと秋の空気を感じるこの頃。車の中もちょっとだけ秋気分。飲み終わったお酒のボトルを花瓶にしちゃいます。丸い菊とリンドウとクルクマとススキ、今日はこの秋のお花と一緒に車の中で過ごしたいと思います。もちろんだるまさんも一緒。今日は久しぶりにスノーピークのリトルランプノクターンを持ってきました。夏の間は使わなかった私のお気に入りのガスランタン、久しぶりに使うのでワクワクします。久しぶりすぎてうまく火がつかなかった。ついた。なんとなく秋を感じる。なんだかほっこりしてきました。さあ、お腹が空いてきたのでご飯の準備。N 版の床下収納を開けて使う調理道具を取り出します。ベッドキットの下にたくさん収納できるので N 版はとっても便利です。電気で動くエレクトリックメスティン、これを使ってご飯を炊きます。床下収納にポータブルバッテリーを置いてあって、そこから延長コードでパネルの横にコンセントが刺さるようになっています。これで電力は OK。 使わないゴムは上の棚に適当にポイッと置いちゃう。お米はプロテインシェイカーにお水をつけて持ってきました。今回は2合分。お水がちょっと足りないのでプロテインシェイカーの目盛りを見てしっかりお水を測って追加します。シェイカーについたお米を叩き出す。じゃん。今日は
この釜飯の素を使ってご飯を炊きます。このレシピが2合からしかなくて、それで今回はお米を2合にしちゃいました。作り方はとっても簡単で、具を入れて混ぜて、それで炊飯をするだけ。蓋をしてスイッチオン。あっという間に湯気が出てきました。とってもいい香り。さあどうかな。おー、完璧。とっても美味しそうと思ったら油断しちゃって、蓋についてたお水がいっぱいこぼれちゃいました。びちょびちょになっちゃった。拭き方が雑。具がたっぷりですごい。いい感じにおこげもできてます。お惣菜の揚げ出し豆腐とお漬物を添えて、そしてノンアルコールのバドワイザー。これでご飯の準備ができました。ノンアルコールでもビールの味がしっかりしてて、とっても美味しいです。早速ご飯も食べてみます。いただきます。ちょっとテーブルが小さくて机の上がごちゃごちゃしてきました。重たい。スーパーで買ってきたお惣菜。揚げ出し豆腐の名前が出てこなくてちょっと考えるんだけど、やっぱり出てこない。とりあえず食べます。冷たいけど美味しい。こじんまりとしたところで一人でもそもそご飯を食べるのはとっても楽しいです。ご飯と向き合う大切な時間。お米2合はさすがに多いので、サランラップを持ってきたので、食べきれなかった分はおにぎりにして持って帰ります。こういう味がついてるご飯大好きなので、たくさん食べれちゃう。本当はお箸もちゃんと持ってきていて、お箸で食べようと思ってたんですが、気づいたらスプーンのまま食べてました。お腹が空きすぎて気づかなかったです。
腹いっぱいごちそうさまでした。ガスランタンを消します。最後までご視聴ありがとうございました。今回は富士山を見ることができなかったので、次回リベンジマッチしてきます。静岡県はロープウェイがたくさんあるので嬉しいです。スポーツの秋らしく登山したいんですが、次回もロープウェイに乗ってます。この動画が良かったって思う方はチャンネル登録や高評価ボタンをぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。